こんにちは、月島です。コンプレッサーの使い方第4回目です。今回はゲインとミックス、サイドチェインなどの使い方を見ていきたいと思います。目次です。ゲインリダクションメーター、ゲイン、ミックス、サイドチェイン、最後にまとめと次回予告です。ほとんどのコンプレッサーにはゲインリダクションメーターがついています。再生します。また、プラグインによってはインプットとアウトプットも切り替えて表示が可能です。再生します。ゲインリダクションメーターで何がわかるのかというと、音を何デシベル圧縮しているかをリアルタイムに表示してくれて、コンプレッサーがどのくらい効いているのかを目で確認することができて、とても重要なものです。このメーターが全く動いていないときは、コンプレッサーがかかっていないことがわかりますし、大きく動いているときはかかりすぎていることも判断できます。コンプの使い方第2回目の時にお話ししましたが、コンプレッサーのかかり具合を調節するときは、ゲインリダクションメーターを確認しながらスレッショルドを操作します。コンプレッサーを有効にして音を圧縮した場合、必然的にそのトラック全体の音量は下がります。下がった音量を上げてあげるためにゲインというつまみが存在します。メイクアップゲインと表記されることもあります。使うときはゲインリダクションメーターとインプット、アウトプットメーターやピークメーターを見比べながらコンプをかける前とだいたい同じような音量になるようにゲインを操作します。ゲインリダクションの数値も参考にすると決めやすいと思います。また、プラグインによってはオートゲインがついているものもあります。オートゲインを有効にした場合は、プラグインがオートでゲインの量を決めてくれます。ある場合は、この機能を利用してしまっても良いと思います。いつも私はコンプをかける前とだいたい同じ音量になるように調節します。理由は音に必要以上なコンプ感や無理な歪みが生じていないか確認するためと、コンプレッサーを通った音が小さくなるとその後のプラグインのかかりにも影響するためです。そのためにプラグインのオンとオフを繰り返したり、メーターを確認して同じくらいの音量になるように設定します。実際にゲインを操作してみたいと思います。インアウトメーターなしのプラグインの場合、私はマスタートラックにいつも VU メータープラグインを使用していますので、トラックのメーターと合わせてそれらを見ながら調節していきます。このような感じになります。
ミックスは原音とどのくらいの比率でコンプレッサーをかけた音を混ぜるか決めるパラメーターです。ディレイやリバーブでは一般的ですが、コンプレッサーでこのパラメーターがあるプラグインもいくつか存在します。基本は 100% で良いと思いますが、細かい表現をしたい場合は操作します。再生しながらつまみを動かしてみます。このような違いがあります。コンプレッサーの設定にどうしても納得できない場合は、このつまみを操作してみると解決する場合があるかもしれません。サイドチェインを使用すると、別のトラックの音をトリガーにしてコンプレッサーが動作するように設定することができます。シンセサイザーのフレーズを用意してみました。何もしない状態の音です。再生します。このトラックにコンプレッサーを挿入してサイドチェインを設定します。使い方はプラグインのサイドチェインのボタンをクリックし、隣の矢印ボタンをクリックします。ここでトリガーとなるソースのトラック、今回は用意したキックトラックを設定します。そしてコンプレッサーのパラメータを決めれば使うことができます。サイドチェインを設定した状態でフレーズを再生します。キックをトリガーにして強くコンプレッサーがかかり、音に抑揚をつけています。DAW 付属のプラグインにはこの機能が大体ついています。音の表現として使用できる機能です。ミックス作業において現在の状況を確実に目で確認できるメーターは重要で欠かせないものです。使い方をしっかりと押さえておくと良いと思います。また、今回紹介したサイドチェインの使い方はキックとベースの組み合わせでも使う場合がありますので、いろいろと試してみると面白いです。次回はコンプレッサーの種類について見ていきたいと思います。一言でコンプレッサーといっても様々なタイプのものがあります。操作方法も各々違いがありますので、タイプ別にどんな感じのものがあるのか見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。